でここに油揚げ、長ネギがふわっと煮えたら、こんばんは、ゆうじママです。今回はですね、ママシリーズ、キノコが美味しい季節なので、ママが送るキノコレシピ。キノコをたっぷり使ったヘルシーかつ最高に美味しいキノコ汁を作りたいと思います。今回はね、まるで飛び虫のように美味しいキノコ汁をママが作り方を息子たち、娘たちに教えたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料いきたいと思います。まずキノコ、今回ママが使うのはしめじ、まいたけ、エリンギです。しいたけとか入れてもすごく美味しい。 350g から 400g ぐらいのキノコを用意してください。いろんな種類を入れた方が味が複雑になって香りも豊かになって美味しいです。今回はしめじ、まいたけ、エリンギで作ります。長ネギ1分の1本 60g。 お肉を使わないので今回はお肉の代わりに油揚げ、すごくね歯ごたえがあってキノコと相性がいいので油揚げ2枚だけ使います。そしてあればでいいんですけども、レモンね、パッとしたレモンを最後に垂らすとすごく美味しいので、生のレモンがなければコンクタイプのレモンでも構いません。以上の食材でやっていきます。秋の味覚の横汁、これがですねすごく香り高くて美味しいお汁なので、ママもね香り高くて美味しいお汁を飲みながら作っていきたい。ママの愛情占い、これはですね、今日の料理がどれだけ愛情を込めて作れるか。このグラスに氷が全部詰まったら愛情たっぷり、1個も入らなかったら愛情ゼロいきます。ママの愛情はこんだけたっぷりだから、今日の料理も期待しててね、みんな。そしてここにさらにママの愛情を注いでいきます。乾杯。じゃあやっていきたいと思います。まず、こちらの鰹節をレンジで40秒チンして、乾燥させて粉にしていきます。ママのお世話になっているの池森さんの方、やってる間に他の材料を切っていきますよ。長ネギはね、大体こうやって斜め切りにしていただければいいです。主役はあくまでキノコなんで、白いとこと青いとこの付け根に土が噛んでる時がある。今回はママ確認しておきました。だからついてないんですけども、ついてる時がありますんで、その時は洗ってくださいね。で今回は青いネギのところもね切って使っていきます。そしたらキノコいきましょうか。キノコはね、今回はエリンギじゃない、これしめじね、しめじだけちょっと切らなきゃいけないから、石突きをね、もうそしたらもう OK で、まいたけは石突きないから OK。あとエリンギなんですけど、ちょっと半分にしてこんな感じで裂いてあげると香りも出やすくなるし、表面積がね、裂くと、大きくなるので、これで煮ると非常に美味しい。包丁で切ってもいいんだけども、時間のある方は裂いていただくと非常に食感も楽しくなるんでね。はい、じゃあね、油揚げはねちょっとね細めに切ってあげた方が、油抜きねした方がいいって、カロリーがものすごい気になる方は油抜きしてもらってもいいんだけど、なんで昔してたかっていうと、昔の油揚げは保存状態が悪かったから油が臭かったのね。だから油抜きしてた。で今は売ってるやつは全部良質。味に関しては油抜きしなくていいよ。それでもしたいっていう方、カロリーが気になるって方は、抜いてください。でもそんな変わんないわよ。ということでお鍋いきましょう。じゃあね、さっきチンしたものを粉にしていきます。鰹節を粉にしたらパサッと、これがお出汁のベースになります。ここにお水 650cc を入れます。これがだし汁になります。で、お酒、ね、風味付けで大さじ1杯で、お塩はね小さじ1杯、入れます。小さじ1杯、これが味付けになります。でお醤油が小さじ2、小さじ2杯で、味の素7振り、1234567振り。なんで味の素入れるかって、これもう毎回説明してるんだけども、未だに味の素使うと何やってんだとかいう場がいるから、口が滑りましたっていう方もいらっしゃいますが、お出汁って大体合わせ出しやってるでしょ。かつおだしと昆布の大体、かつおだしってイノシン酸っていう味の酸が入ってて、昆布はグルタミン酸っていう旨味の成分が入ってる。これが2つ重なることによって旨味が倍増するっていう研究結果が出てるのね。合わせ出しと応用なの。味の素の旨味はグルタミン酸、昆布と同じグルタミン酸だか
かな。これで非常に美味しいお出汁ができるってことで、ここにきのこで、さっきほぐしてなかったからこの舞茸ね、舞茸は手ですぐほぐる。きのこたっぷりで、ここに油揚げで沸かしていきます。こうやってね、簡易だしを作るとお出汁ねちゃんと取りなさいよっていう人もいるんですけども、多分そういう人は毎日料理作ってない人ね、趣味で作る人こそそうやって言うのよね。プロの方は絶対そうやって言わない。むしろプロの人こそ使えって言いますね。味の素とかお出汁とか。沸かしてから数分煮ました。数分煮たらこれ最後にさっき切った長ネギね、こうすると最後にネギの香りがふわっとして、本当はねなんか三つ葉とか入れてもいいんだけど、三つ葉あんまりね皆さん買わないと思うから、ネギ入れてこのおネギの爽やかさを加えていくっていうやり方ね。で、長ネギがふわっと煮えたら、これでママ特製愛情たっぷりきのこ汁完成でございます。きのこ汁ができましたね。食べてみていただきます。美味しい。出汁がすっごい、きのこの旨味もすっごい出てる。美味しい。きのこの歯ごたえがすっごく良くて美味しい。本当は土瓶蒸しだとすだちを絞るんだよ。切っといたレモン、少しレモン、うまい。少し酸味と柑橘系の香りが入ると爽やかになってほんと美味しい。これ苗場さんママだって飲みたいのよ。うめえ。じゃあ息子たちに集合。乾杯。いただきます。いただきます。おいしいじゃん。これさえ添えておけばもう他おかず何でもいい。どうするね。今回ね献立に組み込めるんですよ。汁物はね野菜を入れて野菜不足を解消すると。ママは我慢できないですよ。ちょっと塩入れるから。これを全部うまいね。全部うまい。塩を足していただければ酒の方が。じゃあぜひ試してみてください。このママシリーズの弱点は割烹着着るのが面倒くさすぎて着替えたくなっちゃう。いやママ割烹着はいらないでしょ。誰が買うのよ。それ慎吾ママのパクリでしょ。慎吾ママあれだね。あれかっこいいやつ。いや、割烹着じゃなくてフリルエプロン。フリルエプロン。メイドじゃない。メイドっぽい。じゃあ美味しい。作る。でもそれさそれさ着てる人やばいと思うな。少しは着ないでしょ。家でしょ。家だけどママ割烹着でいじるとかある？割烹着っていじるとかある？だから用をやってちょっと覚えるくらい。ママ割烹着いらない。リュウジママグッズ買ってる人と会ったらどうすればいいの？分かる。小料理屋のママがそれ着ててちょっと買い物やってたの話は。リュウジママの100枚限定にしよう。100枚はなんか既得な人がいるかもしれない。